皆さんこんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。お元気でしょうか？私はちょっと最近歯を抜いたんですよね。で、まだ顔がちょっと腫れています。もうこっからこっちがまだ痛いです。で、ちょっとね、滑舌がいつにも増して悪いかもしれないんですが、そこに関してはちょっとしばらくご了承いただけたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい。このポッドキャストでは、中級から上級の方に向けて、日本の文化や食べ物、価値観、時には心理学についてお話をしています。ちょっと難しい言葉や単語を使うこともありますが、ぜひリスニングにチャレンジしてみてください。では、最初に皆さんに質問をしようと思います。皆さんは自分のパートナーのことは何と呼んでいますか？少し考えてみてください。パートナーの呼び方は皆さんの国では一種類ですか？それとも複数ありますか？そしてその呼び方には立場とか価値観が隠れていますか？日本語には配偶者を指す言葉がたくさんあるんですよね。例えば女性のパートナーを表す言葉だと妻、家内、女房、かみさん、あとは奥さん、嫁、あとはうちのとかがありますね。男性のパートナーを呼ぶ場合は旦那、主人、夫、あとは亭主とかもあったかな。あとは女性と同じようにうちのって言ったりしますね。最近は名前で呼ぶ人も増えてきているかなと思います。5分リスニングを聞いてくださっている方には復習になるかもしれないんですが、まずはそれぞれの言葉の意味を見ていきましょう。女房はもともと高貴な人に仕える女性の役職名でしたね。お世話をする人のことを女房と言っていました。家内は家の中にいる人、家の内にいる人という意味で、奥さんはもともとは公家とか大名っていった人の正妻であったり、身分のある人の妻が建物の奥の方にね、物理的にいたことから奥様っていうふうに言われていたらしいですね。今はね、奥さんってよく言うかなと思うんですが、奥様が砕けた言葉ですよね。嫁という言葉は本来は夫の両親が使う言葉かなと思いますね。嫁に入るという言い方から来ています。今は夫側が嫁って呼ぶことも一般的にはなってきているかなと思いますが、うちの嫁とかっていうと距離がね結構近くてカジュアルな感じ。少しね雑なニュアンスがあるかなと思いますね。よく言えば親しい感じがします。でもね、私自身はやっぱりどこか所有のニュアンスを感じますね。うん。次に男性側のパートナーなんですが、主人は主という意味なので、つまり家のリーダーを意味する言葉ですね。旦那という言葉は、もともとはサンスクリット語で施しをする人という意味だそうです。で、その後、奉公人が主人を呼ぶ言葉になって、さらに女性がパトロンを呼ぶ言葉としても使われてきたと。そういう歴史がある言葉みたいですね。うん。で、亭主なんですが、これはね、もう覚えなくてもいいかなと思います。今はもう夫婦関係という文脈では、結構ね、絶滅危惧種な言葉かなと思いますね。皆さんは使っている人見たことありますか？私はね、本の中でしか見たことがない気がしますね。覚えている限りだと。亭主関白っていう言葉は割と有名ですよね。実際に日本で今お伝えしたような呼び方が使われているのかというと、
使われています。私がこれまでの人生の中で聞いたことがあるのは、亭主以外のすべてですね。うん。例えば、家内とか、うちのかみさんとか、女房っていう言い方は、私が子供の頃に聞いた記憶がありますね。例えば親戚のお家に遊びに行った時とか、祖父母の世代が使ってたかなと思います。今私の両親が60代なんですけど、それより上の世代かなと思いますね、使っているのは。うん。そんな印象があります。一方で今私は30代ですが、同世代の友達の間でよく聞くのは旦那さんとか旦那とかかなと思います。あとは嫁とか奥さんっていう言い方もありますね。ちなみに私は妻と夫で通しています。結婚した当初はお互いを何と呼ぶか結構ね、二人とも悩んでいましたね。みんなと同じように旦那とか、奥さんとかって呼ぶ方がいいのか、どうなのか。でもどれもしっくりこなくて、でも最終的には妻と夫が最もフラットで、どこでも通用するし、相手に敬意を持った呼び方ということで、これからは私のことは妻と呼んでくださいねと言って、夫はそう呼んで、私は夫と呼ぶことにしましたね。他のね、呼び方に敬意がないというわけではないですよ。ただ、その言葉が生まれた時代の敬意と、今の私たちが大切にしたい敬意というのは、少しね、形は変わってきているかもしれないって私は思いますね。ちなみに、とある研究者が2017年に、その夫婦の故障に関する調査をしているのを見つけました。その調査では、女性が自分のパートナーを呼ぶとき、一番多かったのは夫で約4割ですね。で、かつては主人という呼び方が圧倒的だったんですが、3割まで減っているという状況だったそうです。当時は10人中8人が主人と呼んでいたみたいですね。だいぶ減ってきました。今の感覚で言うと、主人って呼ぶのは、皆さんはどう思いますか？違和感はありますかね？私はちょっと違和感を持つかなと思います。男性側も同じで、かつては家内が主流だったんですが、2017年の調査では妻が約4割で一番多くなっていると。家内は2割まで減ったということが書かれていましたね。2017年でこの結果なので、2026年の今は、妻と夫呼びはもう少し増えているかもしれないですね。パートナーの呼び方に関しては、私は一つ面白いエピソードを持っているので紹介しますね。それは大学の友達と7人か8人ぐらいで集まった時のことなんですけど、みんな結婚していて、子供もいる友達もいて、子供はみんなまだ小さいんですけど、そんな感じの集まりだったんですよね。で、その自分のみんなパートナーの話とかをしてた時に、たまたまその時男友達から「ゆりんとこはどうなん？」って聞かれたんですよ。関西弁ですけど。そう。で、私は返事として「え、私の夫？」って言ったんですよね。聞き返したんです。そしたら、その瞬間ね、男友達は目をね、まん丸にして、すごく驚いた顔をしてたんですよ。で、私からさっと目をそらして、ぼそっとこう言ったんです。え、なんかいいな。俺はそんな感じで呼ばれたこと、みたいな出来事があったんですよ。すごく印象的な出来事だったので、今でもね、すごく記憶に残っているエピソードです。ちなみに、その友達は奥さんのことを嫁って呼んでいました。ちょっと男女の立場は違いますが、
嫁と夫という立場ですね。たったね、一文字の違いなんですが、そこに込められたいろんなものは同じじゃないように私は思います。あの時私が夫と言った瞬間、その言葉に含まれた何かっていうのを男友達は感じ取ったのかなって私は思っていますね。これは日本語のすごく面白いところだと私は思うんですが、今回の話だと、そのパートナーに対する呼び方一つで、その人がパートナーをどう位置づけているのかっていうのが透けて見えるんですよね。これはパートナーの呼び方に限らないかなって思います。日本語は言葉の選び方一つで、その人がどんな世界で生きてきたのかがうっすら見える、そんな言語だなって私は思いますね。うん。ちょっと話がずれますけど、例えば2人で知らない人が話してる時も、そのお互いの選ぶワードチョイスで、お互いの親密度とか関係性っていうのが、日本人は結構わかると思います。面白いですよね。うん。では次なんですが、自分のパートナーをどう呼ぶのがいいと皆さんは思いますか？私自身は妻と夫を選んでいますね。これは日本でも今まだ結論は出ていません。うん。嫁とか主人とか旦那っていう言葉には、やっぱりね、どこか立場とか役割のニュアンスがね、含まれているように感じますね。なので、私が使うっていうことにおいては、ちょっと距離を置いているんですよね。人が使っている分には、当たり前ですけど、それぞれの、2人の関係性があるので、自由だと思うんですけどね。うん。そうだな。私個人としては、パートナーという呼び方もいいなって思います。パートナーっていう言い方は、一番ジェンダーニュートラルとされていますね。ただ、妻とか夫よりも新しい響きがあるので、ご年配の方と話すときは、少しね、注意が必要かもしれないですね。パートナーってどういうことって思われるかもしれないですね。それと、日本ではパートナーっていうと、結婚の有無がわからないので、その点もちょっと留意が必要かなとは思いますね。うん。あとはそうですね、呼び方の印象とかの話をすると、奥さんとか旦那さんっていうのは、ちょっとね、可愛らしい印象がありますね。うん、仲がいいのかなって思います。うちの嫁とか、うちの旦那は、さっきも言ったけど、場合によっては雑な印象を受けることもありますね。だけど、難しいんですけど、なんというか、雑に扱っても離れていかないみたいな信頼関係を感じることもあります。うん。妻と夫は大人っぽい印象がありますね。お互いを、なんというか、人として尊重している感というのが前に出てきている印象があります。だからさっき話したエピソードに出てきた男友達もなんかいいなって言ったのかなって思っているんですけど、でもまあ、人によっては、ちょっとかしこまりすぎて、そんな言い方恥ずかしくて言えないよっていう人も、まあ、いるかなとは思いますね。うん。ちなみにビジネスの場面においては、妻、夫がベストと言っていいかなと思います。さて次に、日本人でもさらに難しいのが、相手のパートナーをどう呼ぶかなんですよね。例えば、ナミさんの夫はどんな感じとか、アキトの妻は最近元気とか、夫と妻を使うと少しね、硬い感じがするんですよね。ニュアンスの説明が難しいんですけど、人によっては相手のパートナーを呼び捨てにしてる感じがするという人もいますね。なんででしょうね。
公式的な意味合いを含むからこそ、そういう印象になるのかなと私は思ってるんですが、私のこれまでの経験として、最も相手が不快にならず、摩擦を起こさないのは、相手が使っている呼び方にさんをつけることですね。相手が嫁と言っていれば、お嫁さんは元気って聞きますし、相手が旦那と言っていれば、旦那さん最近仕事忙しいとか、これが一番スムーズですね。うん。ただし、夫さんとか妻さんはね、言わないんですよね。なんかね、不自然に感じますね。ある研究者がこの夫さん、妻さんという呼び方を広めようって提案してるんですけど、ジェンダー関係の研究者の方ですね。実際に使ってみたら、まあまあ結構周りに広まったっていうような報告自体はありましたね。ただやっぱまだまだ珍しいかなと思います。なんで変な感じがするんでしょうね。妻とか夫というのは、その言葉自体が、その公式性というか、そういうものを含んでいて、その言葉自体で完成している感じがするんですよね。だからかな、さらに3を重ねると違和感が出るのかなと思います。でもこれは文法的な問題じゃなくて、感覚の問題なんですよね。夫と妻っていう言葉がもっとスタンダードになってきたら、さんをつけることも正しいことみたいになる時代が来るかもしれませんね。そんな気がします。ちなみに、接客業では何というかについては、まあ割とはっきりしていて、ニュートラルな表現としては、お連れ合い様、お連れ様とかですね。これが一番問題が起きないかなと思います。あとは、奥様、旦那様、ご主人様。これもね、まだ結構な市民権を得ているかなと思います。私は若い方には、ご主人様のプレゼントですか？素敵ですね。みたいに、ご主人様は使わないようにしていましたね。今はね、男女ともに働く人が増えてきていますから、ご主人様には結構引っかかる人が多いかなという印象ですね。ご年配の方なら割と受け入れられるかなとは思いますが、昔若い頃にその接客をしている時にご主人様って言ってそのお客様にあんたご主人様って旦那よ旦那って言われた記憶が結構ね強く残っていますね。だからご主人様呼びは本当に人によるかなと思います。うん。若い人ならお連れ様か旦那様が無難かなと思いますね。2017年の論文を読んでいると面白い記載がありました。1955年にジェンダー問題の観点から主人と呼ばず夫と呼びましょうと提案されてから実際に夫が一番多く使われるようになるまで60年かかったという内容です。言葉が変わるのには時間が本当にかかるんですよね。皆さんは自分のパートナーを何と呼びますか？その言葉に上下関係はありますか？役割の固定はありませんか？それとも結構対等な関係でしょうか？正解の呼び方は一つではないですよね。ただ呼び方は小さなことのようで、実はその価値観を映す鏡かもしれないなと私は思っています。そしてちょっと怖いのが、その鏡は思っている以上に周りからも見えるんじゃないかというところですね。最後に今日のエピソードを作るにあたって参考にした論文を紹介しておきますね。2017年に刊行された他人の配偶者の新故障を探るアンケート調査という論文です。この論文は過去新聞にも取り上げられていたのでよく引用されているのかもしれません。コメント欄にリンクを貼っているので気になる方は見てみてください。それでは今日はこの辺りにして次のエピソードでまた
お会いしましょう。バイバーイ。